やらかした話は僕ないです。僕一切ないです。あるよ。コンタクト。ああコンタクトだ。氷林丸のところで説明するのに俺はあそこにいるんだけど、氷林丸の説明をね。でひなもりがバッて出てきたところからちょっと自分の中でこうなんだろう気持ちが入っちゃって、ずっとひなもりをこう追っかけてると目開けてまばたきするのを忘れてるんですよ僕。でこの俺の後ろからはスモークのこの扇風機がこうずっと来てて、すっごい乾いてるわけですよ。でもあやばいやばい、もうすぐ説明しなきゃいけない、やばいどうしようどうしようどうしよう、パタッてやった時にコンタクトがこっちだけ取れちゃったんですよ。取れたっつっても見えなくなったと思って、まあいいやとりあえず氷今の説明しなきゃいけない、溢れた冷圧が作り出す水と氷の理由分あれやっぱり見えないって言ってそれを全部説明してもらって、はけてどうしようコンタクトがないと思って髪の毛をこうやったらここに髪の毛髪の毛をこうやったらここにあったんだ。完璧に俺の髪の毛は意味がある髪の毛だったっていう。すごいね、コンタクトを守ったってことでしょ。守った。すごいね。それだったらステージ上に落ちてるわけでしょ。そう。まあでも俺も一回挽回までは習得済みだったんですよ。言っちゃったね。だからね。習得済み。挽回まで来る意味ねえじゃん。吉岡までは習得済みだ。挽回まであとわずかっていうセリフなのに、挽回までは習得済みだ。こっちはこっちで好きにやらせてもらって。何しに来たんだよ。来んなよ。もう完璧じゃん俺みたいな。冷やかしだ冷やかし。挽回できちゃってんだから。初日お疲れ様でした。じゃないよ。聞こえ防音装置じゃないの？装置はねえよ。装置じゃねえよ。部屋だよ。部屋だよ。何を見て装置だと思ったのこれ。どうですか。いやー最高やったね。なんかね、嘘くせえんだよねこの顔が。どうなのよ。じゃあ何が最高だったの？何が最高でした？ノリが最高やった。お客さんのね、お客さんのね、もうあれはね、本当に最初の一角と一番ここからお客さんがあれさなんか掴んだなっていうのはやりやすかったよね、僕らのとこはね。逆に臼井さん、行き過ぎてちょっと戸惑って噛んでたりする。あれって思って。そういうところはどうなの？先輩そう後輩としてどうなの？あとでちょっと正座させてガツンいきながら。あら、これ見よう。それやばいよ。こっちやこれ。どう？初参加の。これはびっくりしましたね。でも本当お客さんあったかいですよね。でもなんか。初日でどうなるかなってちょっとすごい正直心配でしたけどさっきの臼井さんの話ですけどね、あんだけ笑ってくれるし本当にもうそれでもうノリに乗ってきましたよね初日は。本当。乗ったな。乗ったね。ましたね。乗ったなんだこら。やめてよ。長屋かお前喧嘩するのか俺と。あれがちょっと沖縄弁になってしまった。みんなそれちゃんとしてくださいよもう。すずさん飲んでも飲まないと強くならないから。シーサー降臨してくださいよシーサーを。降臨？降臨？降臨。何2回言うの？氷丸。1回でスパーンって来てくださいよ。でもあそこでの前怖いよね。怖いけどね。ずっと練習してるもんね。始まる前にさ。ズシュッとか。股間の練習したね。ズシュッ。どれがいいかなみたいな。でも最終的にはどうなってるかわからないよね。まだ初日だからね。何回もあります。どうなってるかどうかわからないですよ。それどういう強い弱いがあるのかみたいなね。なるね。だよね。ちょっとプリだけ新入部員振っといてうちら負けます。そうだ3人もいるんだからあと。ごめんなさい。ちょっと僕が喋りたい。誰？ちょっと総曲を解放せよ。でもお客さんには背中向けてるんだよね。全然今の見えね大きい声喋ろうと思ってってやった。
座れへん。場当たりではもう呼吸困難になるから。今日本番でね、カミカミだった人がいる。あ、いた。袖中でうなだれてる人がいた。誰？なんかね、黙々と飲んでる人だ。忘れようと飲んでる人がいる。変なモヒカンの頭のやつだ。出た瞬間、お客さんからちょっと笑いがあったみたいで。それがね動揺してやんの。動揺して弱い子。普通に動揺しただけなのに立って喋っていいですか？なんかね、なんかざわざわってしたの。こうザラキとの一の戦いでこうバーンっつってバーン出た時に戦いたいか勝ちたいかそれとも生きたいかっていう時にクス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 ってでお客様ってやってる人がいてそれが目に入っちゃったの。はあやばいなんで俺なんかおかしいことしてるかと思ってすんげえカッコつけてるけどすっげえカッコつけてるけどあれなんでだろうと思ってまあ戦いたいか勝ちたいかそれとも生きたいかのセリフは言えたちょっと安心しちゃった。それでその後にイチゴにこう剣をピュッって渡すシーンがあるのね。剣がね。剣を本当はこうシューンスポンって渡すところをヒュン逆になってスパーンみたいなもうこれでもうちょっと1ダメージみたいなでその前にもうなんかクスクスってなってから101ダメージ噛んだとこないところで噛んでんの。しかも残月はちょっとなんか噛むとかありえないじゃん。ありえないあってはいけない。すんげえ気をつけてたの。もう一度だ言っておくが黒煙が迫っているからと言ってもはい来ました口切れる契約の佐藤美久ちゃんです。釣られてる人だよ。こうやってやられてる。こうやって一緒でしょ。揺るがされてしまった人。なんかさ、今日さ、アンサンブルばっかでどうしたの？そういう会なんだ。そういう会なんだ。飲み会なんや。説明させないですよ。俺はいつもこうやってミーティングしてるからね。そうだよ。いつも。腰にワイヤー俺がつけますって言ってたんだ。あと3人は？って言うのよこの人。いや、それはわかる。じゃあ、バカ。一番不安なのが、だからやっぱワイヤーだよね。ああ命かかるね。そう。2人つけるじゃん。ごめんね。2人でつけるじゃん。だってすごい怖い俺のせいでだって落としたら最悪でしょもうあんなのマジでダムからね。本当にダムよ。2回目チェックするもんね絶対わかる。やっぱあれ辛いのこれこうずっとブーンつられてブーンって自分の力だもんね。うん。辛い。時間が長引くとだんだん辛くなる。ちょっと芝居伸ばしてみたいなんかね。え？何言ってんの？怖い。悪いことやってる。帰るね。こんなだと知らなかったんだもん。普通にもっとなんか普通のあれだと思ってたから。いや普通じゃんだから。いやだっておお箸が見つかったとか言ってお箸自分で持ってなんかわざわざ入ってる。でも見つかったよっつって。報告俺たちにあ、じゃあ見つかってよかった。誕生日のためのケーキなんです実は。実はですね8月9日僕の誕生日だったんですけどそうですね。ないね。ありがとうございますかっこいいよ。かっこいいよ。かっこいいよ。それでそのダメージがあって。それでアクション中にちょっとバク転でやられるっていう手があるんですけどありましたね。省吾さんがですよそこで「お前そこ段取りになってんぞ」って言い出してで「ああそっか段取りになってるんだ」ってその後こう優しい省吾さんがガーってこう僕にダメ出しをしてきてですねしばらく経ってこうすごい僕の中でもマイナスになっちゃったわけですよ。ああその通りだもうダメだもう明日頑張ろう初日なのにダークな方頑張んなきゃなって思ってこうホテルのエレベーターを上がって翔吾さんに何て言われた？お前急げよダメ出し俺適当に言ってたのがさ、お前がなんか真面目にやるからさ、なんか中途半端に本気で俺がダメ出ししてるみたいな真面目になんか考え込み出しちゃうんだ。本当だよクリちゃんから食っちゃえよ。ありがとうございますすっげえドロドロイエーイ
がなくすからだよ。